崩れない、風が来ても微動だにしない、踊っても、一切動かない、そんな前髪を作ることに、こだわりを持っているので、あんまね形っていうのはそこまでこだわりないんですけど、こう崩れない前髪っていうのを今日は解説していきたいと思います。で、今何もセットしていない状態なんですけど、この前ね、ナッシュの動画で初めておでこを鉄壁の前髪を崩しておでこを公開しまして、こういう感じでねおでこを公開できるようになったので、今日は前髪を解説していこうと思うんですけど、今前髪の長さ、結構ね前髪っていうのは長さで決まると私は思っているんですけど、長さはこれぐらいです。だいたい眉毛とがここにあって、目頭ぐらいかな、目頭ぐらいに切ってることが多いきます。もうね美容院に行って1ヶ月ぐらい経ってるので、いつもこうやって自分でこうやって揃えてチョキ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 って切ってるんですけど、そうですね、目頭ぐらいかなにいつも切っています。それでいつもはね、私髪の毛のセットっていうのはメイクが終わった後にしているんですけど、その間にピン止めで留めているんですね。でこれも実はヘアセットの一環というか最初に必要なことで、毛流れ、だいたい女の子って今2種類前髪の作り方ってあると思ってて、こうパッツン、最近のねよくフルーツジッパーとかキュートストリートの子たちがよくやっているようなこうパッツン前髪、こう全体に流す前髪と、私がよくやっているようなこういうね、こう片方どっちかにこういう風にこう流している前髪ってあると思うんですけど、私は流し前髪が基本的には好きなので、こう流す方向と逆側にピン止めで留めておきます。でその時のピン止めはこんな感じで、裏側がなんていうのかな、ピン止めってさ、こう曲がってるピン止めもあると思うんだけど、こういう風にぺっちゃんこのピン止めだとこういう平行のやつねだと肩がつきづらいからこれを使ってます。で私は最近はこっち側に流す、この右側に流すのが好きなので、反対側の左側に事前に留めておきます。でそうすることによって10分ぐらいしてるとね、こっち側に流れるようになるので、結構ここら辺も一緒に流すことが多いかな。このちょっとしたちょろ毛みたいのもこっちにしちゃって、こういう風に分けて、これお茶犬ので留めます。よいしょ。はい、こんな感じでもうほんと七三みたいな感じで留めます。このお茶犬のピン止めはサンキューマートで買いました。かわいいよね。私めちゃくちゃ世代なので気に入ってます。はい、こんな感じで、留めます。でちょっと置いておきます。その間に何説明しようかな。今ねこうめちゃナチュラルに使用していたこちらの櫛なんですけど、この櫛はねこの先っぽがめちゃくちゃ細いんですよ。これはね鈴木ひとみちゃんの鈴木ひとみちゃんが前髪の作り方動画で紹介してくださってて、めっちゃいいじゃんと思って私も買ったんですけど、こう先っぽが尖っているとね何がいいかって、こういう風にこうこのなんていうの、頭の上のこういうのなんていうんだっけ、このつむじを分けたりとか、あとはこう最後にこう前髪の毛流れをこういう風に束を作ったりするんですけど、
好きで、まゆゆってもう元祖前髪アイドルというか、こう動かない、踊ってもこう一切動かないっていうのがあれだったじゃないですか。でその当時小中学生とかでめちゃくちゃまゆゆが可愛いって思ってたので、こうそれリスペクトで、私もなので中学生ぐらいからこう前髪は一切動かない、張り付いた前髪みたいのをずっとしていて、この時代錯誤というか、あんまり最近の流行りではないかもしれないんですけど、こうなんか外に出てさ、こうよし今日もこう女の子と遊びに行くからめちゃ気合い入れてメイクとヘアセットするぞって思ってさ、こうメイクとヘアセットした後にもう強風の台風の人とかさ、もう外出た瞬間ブーってもう全部ビーンってなってさ、もうそしたらもうその日一日ちょっと気持ちがドヨーンとしてしまうので、こう前髪はね、今もこう私は別にアイドルとかじゃないので普段踊ることとかはないんですけど、もうほんと踊っても大丈夫なぐらいガチガチに仕上げてます。はい、ということでね、まあ多分ちょっとカールついたかなと思うので、これピン止めを取ります。よいしょ。こんな感じで取って、こうやるとちょっとついたかな、わかるかな。ちょっとスタート地点どんなんだったか覚えてないんだけど、ちょっとここが自然なカーブになってくれてるんですよ。これね、こうなんて言うんだろう、下地が出来上がったので、前髪をここから巻いていこうと思います。で前髪を巻くときはこういう風にそうだ、私はあんまブロッキングとかはしないんですけど、こう耳がね、立ち耳でかけやすいのもあって、ここに全部かけちゃいます。最初に耳を全部出す。でこの遅れ毛っていうのかな、このちょろ毛は全部出す。よいしょ。こうやってやって、一旦このなんていうのかな、こういうこの横の毛と前髪だけの状態にします。で基本的に私はこの横毛と前髪を合わせて前髪だと捉えていて、後でスプレーでガチガチにしていくんですけど、その時ももうこの後ろの毛はこうできるだけ避難させて、もうここ全体をもうほんとノリではっつけるかのようにガチガチに留めていきます。なので巻く時もこうやって後ろと前で概念を分けておきます。はい。で前髪はこういう風にこうちょっと見えてるかな、紛れちゃう、他のとこの毛が紛れちゃうので、こういう風におでこ上げたりして、こうはみ出てる毛がないかチェックして取り除いていきます。よいしょ。だいたい多分ちょっと今カメラ越しに見てるのでわかんないんですけど、多分同じぐらいの長さになったので、はい、じゃあアイロンをしていきます。でアイロンはですね、私は今リファのアイロンだと140度に設定してます。よいしょ。140度、前髪は絶対140度にしてて、前髪ってもう後ろの毛とかよりももう何回も巻く毛じゃないですか。なので高温でやってしまうと傷んでしまうのと、やり直したい時に取り返しがつかないので、こだわりたいからこそ低温度に設定しています。たまにね、設定してこうやった後にこう気に食わない時、本当に気合い入れたい日とかはもう一回洗い流してドライヤーしてアイロンしたりするんですけど、こう200度とかでやっちゃってるともう簡単に水では巻きが取れない時があるので140度にしておきます。後ろの毛はね、今日ちょっともう巻いちゃったんだけど、こうストンってレイヤー入れてるからこう内巻きしてるだけなんだけど、後ろの毛はね160度でやったりするんだけど、なる
10秒したらね温まったので、これで巻いていきます。解説しますとか言ったんだけど、私巻き方は本当にガチこだわりなくて、ちょっとねあんま解説になんないかもしれないんだけど、こうやって揚げます。まず最初に揚げて、挟んでこう手首のスナップを使ってこうくるんでするだけなんですけど、その時にこうやるか、こう角度をつけてやるかでこう毛流れが変わるんですよ。でも私は割とまっすぐにして串で調整することが多いです。ちょっとなんか緊張するな。じゃあ巻いていきます。挟んで持ってくるんするとこんな感じで、ほんと海苔のようにちょんまげのようにこんな感じになります。これを慌てて串で溶かす。串で溶かします。よいしょ。串で溶かすとこんな感じになるんですよ。もうこれでなんとなく完成なんですけど、ここからはこの先っちょで調整していくだけです。で、私はこんな感じで、もうね結構フィーリングなんですよ。こういう風になんか本当にその日の気分によるんですけど、こう私たまに動画でパッツンしてる日もあると思うんですけど、本当にその日の気分で分厚さとこう巻き具合を決めていて、最近よくやっているのはここで一回分けて、このなんていうのかな、ここを薄くする、この始まりの部分を薄めにして、ここを濃くして、ここをちょっとまた薄くするっていうやつをやってます。こうやって何度も調整して、で私目に前髪がかかるのがめちゃ嫌いなんですよ。なのでだいたいこういう風にちょっと上目にしたりもしてるけど、上にすればするほど幼くなってしまうので、ちょっといい塩梅で
初に使うのがこれ、キレイファクトリースタイリングスティックを使ってるんですけど、これたまたまめっちゃセールで安くて、めっちゃ300円とかで売ってたから買っただけで何でもいいです。100均でも売ってるし、ケープとかからも出てるんですけど、こういうマスカラ式の、このマスカラの部分に固めるやつがついてるやつ、最近流行ってると思うんですけど、それです。それでまず最初に私はこの横っちょの毛を留めちゃいます。こんな感じで軽くで、この毛のとこ、毛先のとこは結構もう肌に貼るのかなっていう感じで結構つけてます。こんな感じで、ここを最初に留めておくことで前髪の一体感が生まれます。で、これを前髪に使うこともあるんですけど、実は最近あんま使ってなくて、これは他のおでこのちょろ毛とかは直すのによく使って、バッグの中にいつも入れてます。はい。で、ここが軽く止まった今状態です。で、次に使うのが順番間違えたかも、もう一回、大島椿のツヤツヤスプレーです。私この後ろの毛もたまに綺麗っていうかサラサラだねってお友達とかにも言ってもらえることあるんですけど、結構これのおかげで椿油ってね、こう大昔からあるやつだと思うんだけど、これで多分油をスプレーにしてるんですよ。多分椿油ってこういうこのオイル状のやつもあると思うんですけど、こっちもね使うんだけど、私スプレーの方に最近ハマってて、こっちってさ、ストレートヘアに使うにはちょっとオイリーというか、なんかストレートヘアかつ暗い髪色でストレートヘアってこう一歩オイルをつけすぎてしまうと、一歩間違えるとなんかちょっとお風呂入ってない人みたいにね、特に黒髪だとツヤツヤになっちゃうから、こっちだとねちょっと軽めなんですよ。なんかほんとツヤツヤになるだけで、結構これをドライヤーからも持ってくれるから、ドライヤー前とか小手前とかにやってます。で、今から前髪を痛めつけていくので、それの前にこのスプレーを前髪にもしていきます。なのでこれはねちょっといい匂いはするんだけど、固まる成分では一切ないです。これを前髪にかけていきます。これ保護用です。なのでいきます。こんな感じです。ちょっと崩れたかな。崩れたからちょっと調整しよう。こんな感じで、よいしょ。はい、こんな感じです。てかさ、めっちゃ間違えちゃったんだけどさ、そう、今のスプレー本当はヘア色の前にやるやつでした。やらないよりはマシか。私ヘアアイロンの前にこのスプレーやってなかったですよね、多分。本当はヘアアイロンの前にアイロンの熱から守ってくれるやつなので、ヘアアイロンの前にしてください。やってたっけ、ちょっと緊張して忘れちゃった。まあスプレー直にあるよりはスプレーって髪めっちゃ傷むから、多分多少マシにはなってるんですけど、はい、間違えちゃいました。はい、こんな感じでね、ちょっと画面越しだとあんまわかんないけど、ツヤツヤに多少なったかつ守ってくれる感じになりました。はい、
ず最初にこの紫ケープをこの前髪の上、このスタートからこのちょろ毛を含めてなんとなく上目につけていきます。でポイントはこの3人の一体感を出すためにとにかくまとめて振ること。この前髪だけを振るんじゃなくてこいつら全員まとめて振ることがポイントです。で目にかかったら嫌なのでこうやっていつもやってるんですけど、いきます。そうだ、それでシューってなるべくやるんじゃなくってちょっと前髪のゾーンとかはシューってやると風量でさっきもちょっと崩れちゃったんだけど前髪が若干この風で動いちゃうのでシュッ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 って小刻みにやることが多いです。いきます。いい感じ。多分崩れてない気がする。本当にね、この時にね崩れちゃうんだよね。なんか多分大丈夫で、これだけでも多分普通に生活するだけだったら十分なんですけど、いや十分じゃないわ。どっちかというと大事なのはこの毛先なんですね。毛先が動いちゃうとさ前髪の形が変わっちゃうから。で次にこの紫ケープよりも強いと言われているこのトリエっていう多分美容院とかのやつなのかな。なんかねドンキホーテとか私はねアマゾンで3本セットを買ったりしてるんですけど、これはあんまりね白い粉が出ない気がする。私がつけすぎるからどのスプレーも粉結構出ちゃう時あるんだけど、ヘアスプレーってかけすぎるとね髪になんか白く粉がついちゃったりするんですよ。これはねちょっとなりづらい気がします。でこれを前髪の下の方とこれの全体にかけてまた一体感を出していきます。いきます。はい、このスプレーはラフランスの匂いなんですよ確か。でも私あんま好きじゃなくてこのかけた後はちょっとダメージを食らうことが多いです。はい、こんな感じになりました。でちょっと一旦固まり具合を確認します。足りてないですね。こうやって何度も何度もちょっと意味ないかもしれないんですけど確認してはこの工程を私は永遠に繰り返してます。だいたい2回で終わります。
でしょうか。ちゃんと説明になったかな。このケープをこっちに変えてもいい。リーゼカッチレキープポイント用ミスト。こっちはね液体状なんですよ。スプレーじゃなくて液体でピュッて水が出てくるんだけど、こっちの方がね多分硬いかな。なんだけどこっちの方がこういう自然な毛っていうよりはパキパキってなる。これ立ち上げ流れを強力にキープするヘアミストで、スーパーハードセット成分って書いてて、多分ねこっちの方がなんかね塊、前髪が塊となってカチッて固まるんですよ。なんで遊園地とかもう本当に今日は不自然でもいいから前髪を崩したくないって思う時はこれをして取り柄の方がいいのかなって思ったり、でも髪との相性とかもあると思うんで、一番ノーマルなのはこれかなと思います。意外とね不自然にならずに実物を見てもこいつ固めすぎだなって多分なんないような仕上がりになって